山口県長門市湯谷川尻港で遊漁船兼漁師をやってます官僚丸寺戸博です。この最近マグロ漁をやってるんですが、少ない資源限られた枠の中で一本一本丁寧に釣るために竿とリールで泳がせで一匹一匹釣ってます。いや、この近海で200キロとかが釣れるんですよ。もう多分釣りの中じゃ最高峰じゃないですか。あれが漁として竿でできるっていうのはすごい幸せと思うんですよね。もっと若い時からやりたかったけど、本当この数年5、6年でマグロ増えてようやく漁としても成り立つようになったんで、すごい魅力的な漁と思いますよ。いた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 。食うた食うた食うた。もうなんかやっぱルアーでもザイロンつけてたら食わない時ありますもんね、マグロって。特にマイワシ追っかけてる時のホットゲの時、ザイロンつけてたらいよいよ食わない時ある。どうしてもザイロンがほどけてくるんで、ここのほつれ防止ですね。先端のほつれ防止です。別にやってもやらなくてもあんまり釣果には関係ないと思いますけど、使ってるうちにすぐほどけるんで。こういう状態で餌をかけます。今これ見本なんで、とりあえずもしこれ魚食った時にこのまま胃袋まで入って、そこからこれ引っ張るとこう抜けるように仕様になってます。このままの状態でやると食う時は食うんですけど、やっぱマグロすごい目がいいんで見切られてしまう。できるだけそういうのを排除するためにちょっと短く終始道具でやってますね。まだ効きますね。これ相当効きますね。でもちょっと使ってるうちにいい感じなんですかね。これまだフルにいったらまだ効きますもんね。出ませんね。よし、いきますか。
まあ、ちょっとこの北風バサバサするからナブラはちょっと追いにくいかもしれません。今年はマグロはどれぐらいの時期から始まったんですか？一番最初に釣ったのがこの5月の19日、10日前ですね。10日前からしょっぱな釣って、それから出るたんびに毎日1本、合計8本ですかね、水揚げしてるのが1日1本すらがないんで、まあ、これからどんどんマグロもっと濃くなると思うんで、まあ、これからですけど、まあ、漁労枠っていうのが長門管内で、まあ、トン数も決まってるんで、1日1人1本出荷できれば、まあ、それで御の字ですね。漁業的には毎年と比べてどうなんですか？いやまだちょっと魚影は薄いかなって感じですね。とりあえず今から産卵で飛びをかけてもっとがっつり固まるんで、昨日の群れは結構数いましたけど、まあ、今からです。本当がっつり固まってくるのは。今何を追って入ってきてるんですか？ほぼほぼ飛び用ですね。なんで地方にでいよいよ浅いとこが出てくるのはちょっとイワシ、マイワシの小さい10センチ弱のぐらいの5センチから7センチぐらいのマイワシがいっぱいいるんで、それを食べてますね。でも釣りやすいのは飛びを追っかけてるやつの方が釣りやすいです。今からだいたい6月の頭からこっちで見れるのが7月の半ばぐらいまでも産卵であれですね、産卵行動まで見れます。産卵行動っていうのはどんな状態なんですか？もう大体多分外的に卵を食べられないために午前中じゃなく大体昼ぐらいから夕方にかけて産卵します。集まるとこ大きいとこはもう直径500メーターぐらいの巨大な群れが、その真ん中が水色乳白色になって、精子オスとメスがもうその中でもうぐちゃぐちゃになるぐらいあれですね、産卵してますね。もうほんと真っ白になります。まあ、黒マグロがたくさんいた時期があって、はいはい、で一時そうですね、すごい減って、そこからだいぶ資源は回復してきてる感じ。すごい回復しましたね。多分10年ぐらい前にタックに組み込まれて、ほんでやっぱ漁獲制限まあそもそも巻き網とかがもう取りすぎて枯渇させたのをちょっと国際的な会議でタックに組み込まれて、漁獲制限、漁師ももう一本釣り漁師もこんな稚魚もやっぱ量を決められたのですごい取り控えました。やっぱ取り控えたら一気にこの10年で資源が回復しましたね。もう10年以上前の魚がいない時はだいたい黒マグロの制御になれるのが80キロぐらいから全部産卵個体になるのに、やっぱ少ない時期は50キロでももう産卵しようとした多分種の保存の影響でしょうけど、小さい魚まで産卵しようとしてましたけど、今もうそれがやっぱ10年我慢したその成果がすごい出てると思います。今釣れてるのはどれぐらいの大きさなんですか？大きさがマックス250、去年は他の港で300キロとか上がってるので、今年最初に来てる船が今僕らの川尻港じゃ200半ば50から細くても120、30ですね。100キロ以下っていうのがまだ水揚げされてないので、だいたいもう100から250キロの間ですね。サイズも良くなってきたんですね。そうですね、はい、もうこのビーストマスターで取れるかどうかが不安で仕方がないです。竿のスペックに対して魚が多分大きすぎます、今の魚は。はい、まあとりあえずシマノの泳がせ最強ロッドとシマノのタリカ40、ほんでシマノのオシャ17プラスの15号、ほんでリーダー80号でやったら多分ラインは切れないと思うんで、時間さえかければなんとか1本取れると思います。取ります。これは何を目当てに走ってるんですか？ちょっと今日映りが悪いけど、もうレーダーで鳥を探しながら、もう鳥が映ったら大体もうその下にマグロがついていることが結構あるから、もうレーダー頼みやね、この仕事マグロ探すのが。ちょっと今日はちょっとレーダーの映りが波がバサバサして
丸いんで、多分この正面にちょっとなんぼか鳥が映るから、ちょっとそれを見にできるだけもう感度を上げて、ナギやったら鳥1羽でも映るもんね。11時方向鳥がおる。ひょっとしたら飛んでるかも。ちょっと一発入れてみましょうか。薄いけどちょっと魚が出ないですけど、ちょっとギラギラちょっとマグロを入れたんで道具入れましたけど。今サバはどういう状態で泳いでる感じ？もう表面を泳いでるだけですね。多分今餌が飛ぶようなんで、できるだけ表面を泳いでテンションかけながら表面を泳ぐようにしてますけど、ちょっとまだ魚のやる気がないんで上に出てないですもんね。もっと濃いとこちょっと探したいですね。反応にも出ないんで。少ないな。移動しようか。魚少ないですもんね。ちょっとどかすかやってくれるとこ探しましょう。ちょっと水下げよう。マグロ漁っていうのはこういう一日の流れっていうか、こう群れを探し続ける。もう僕はもう探し続けますね。一番走るぐらい走りますね、僕と弟は。もう一番濃ゆく少ないマグロの群れより大きい誰も叩いてないマグロの群れを、それを探しにずっと西から東にずっと探してますね。まあちょっと仲間内で無線のやり取りで濃いところとか電波入ってくるんで、走らんでそのままおるポイントをひたすら流すってこともあるんですけど、もうこの時期もう固まってからボイルするんで、その方が手っ取り早いんで、僕はもうひたすら走りますね。探して濃いやつを。この針はもしかして今年釣った針ですか？今年釣った針ですね。そのまま間違って魚につけて出したものやつもあるけど、今日はどうせ北風なんでちょっと飛びが悪いですね。この風になると。明日は南西なんで多分ボンボンってやってくれると思うんですけど、北風で飛びが悪いっていうのは多分ね、今日この夏の潮って南西から北東に行く潮がメインなんで、南西やったら潮と風が同調して、潮目とかもよくできるんですけど、こういう潮が南西から北東に行く潮がいって、北風が行くと上と下の潮が違うんですよね。多分そういう時マグロ本当つけても出ないですし、北風が吹くと出にくいです。はい。ああ、これだ。単発やな。ああ、やったやった。2発目。
上手の鳥、あの鳥は出てないね。多分潮はこう来てるんでこう登ってってるかもしれんけどね。まああっちちょっと東登りながら探してみよう。あれ登ってきてやるかもしれんし。足が速いもんね。多分明日は間違いなく南西やからどかどかやるっすけどね。東行くか、朝東行ってこっち戻ってくるか。これ出た。単発か。で行きそうやけどな。こうやったらこれは帰って明日頑張りますか。これちょっと少ない。明日の朝ちょっと早う出てから朝1本取って楽になりましょう。はい。今日は天気どんな感じですか？いやもう南西で絶好のマグロビールと思いますよ。なぎになりましたね。なぎになったっすね。多分ドカドカやるの速攻わかると思います。今日何隻も出るんで情報もらって午前中に釣れたらですね。鳥が余計おって魚出てないからそこは途中反応あるからサバやろうからちょっとサバ道具ちょっと足しとこうサバを。SS もう今日分ぐらいはもうゲットできました。釣れる時はこんなもんなんですか？そうなんですよ。はい。表面で釣れるんで風高かったら昼間はそういうのに出会ったらちょっと道具取らしてサバちょっと足しとくかなって感じです。もう9時が満潮やから今からやね本当の潮が来るんが。南西からの潮が潮と風がぴったり合うから多分すごい釣りやすい。よしこの辺から行きましょうか。真後ろ飛んだもんね。とこ飛んだ。むっちゃ近いもんなあれな。あっちもこっちもやけどな。いった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 。食うた。離したか。行ったっぽかったけどな。行きましたね。食うた。ちょっと勢いがないな。これでだった。違うか離したか。
よし食うたよしかかりました。エンジンかけて追っかけます。やり取りの最初に気をつけることってどんなことなんですか？焦らずに走らすことですね。もうドラグそんなに全然入れてないんで、もう初期ドラグ下手したらもう10キロぐらいで走らして100キロ前後ならもう2、3回走らせたらすぐ上がるんですけどね。ちょっとこのサイズちょっとわからないんで、慎重にもう一匹一匹が大きいんでゆっくり焦らずに、もうドラグも締めずゆっくり2時間ぐらいかけるような感じでやったらいいと思います。大体糸どれぐらい出てる感じですか？今あと最大多分300から上出たと思うんですけどね、だいぶ回収はしたいですけど、あとまだ200は出てますね。まだ食ってまだ10分ぐらい、10分か5本10分ぐらいだからまだ今から慎重にゆっくり1本を大事に取りましょう。潜り始めた。そうですね、まあ今表面泳ぐより下入ってもらった方が楽ですね。表面でっかいやつ200メーターぐらいをずっと円描くやつがあるんですけど、あれの方が厄介ですけど、まだそこ入られる方がまだいいです。まだです。まだ何回も走ると思いますよこいつ。表面走るのが厄介っていうのは何でなんですか？ずーっと追っかけてでっかいやつほど本当表面200メーター300メーターを円描いて泳ぐやつ、道具を回収しにくいんですよね。回収してもまたすぐ船べりでまた同じ距離出たりするんで、この船の操船も下に入りやすいんですよね。表面走るやつはまだ下を回ってくれるやつの方が全然取りやすいです。やっぱ前のタリカよりスムーズですもんね。巻きも心地もだいぶ軽くなってます。
また吉田分以上に出ていったの。もう言うことなくなって口数が減ってきたね。言うことなくなってきた。もうだからこれそのところのやり取りばっかりやから。じっくり時間かけて。じっくりかけて取ったら1本取りゃええんで、まだ朝なんで今日また昼から遊べますよ。まあこれを確実に取ればね、あげてしまえば。かかってもバラすことっていうのはたまにあります。でもルアーよりかは全然こっちの方が上がってくる確率はすごい高いでね。9割ぐらい取れるんじゃないかな、餌やったら。たまに針外れはあるけど。いやもう道具の進化やね、ほんと。もうこの P15 号っていうか200キロとか楽勝に上がるもんね。この17プラス。これもうこれで9匹目、このライン使ってるんが。人はそのまんま9本目でまだそのまんまやね。ぼちぼち巻き替えようかなと思ってるけど。全部150キロ以上。いや130から200キロぐらいまでね。これで今日で9本目。すごいよ。もうこの考えられん、この20年何が一番強いって、ラインガンの進化が一番すごいね。だいぶ回収できたけど、こいつ下入らんからね、まだまだと思う。全然下に入って回らさないと。そうなんですね。そこからですもんね。まだまだ上動いているんで、まあ、そんなにほどもうダッシュする力はないとは思うんやけど、だいぶ回収したからこのまま下に入ってくれりゃいいんやけど。竿の強さが大事になる場面でどういう。もう一番直下に入った時はね、だいぶ下入ってこのまま上がってくれないですけどね、ここから。こういうシーンで竿の強さが発揮される。この時点でこれでクンと上がるでしょ。こう上がった時点で負けるんで、これが30メーターとかあっていよいよイヤイヤするんで、ここからですね、竿の強さで上げれるんが。まあでも意外といけるかも。まあ、まだまだですね。今からです。本当の勝負は。また浮いた。嫌なやつですね。落ち着かないですもんね。ずーっとまた上行くでしょ。えらい上浮いてますよ、多分。また上浮いた。からな、沈まんな。もうリーダーなんですけどね、そこね。表面を泳ぎまくる嫌なやつですね。まだ走りやな。ここで下に入ってくれたらまだ楽なんですけど、まだ全然下入らないんで、まだまだ走るんじゃないかな。ちょっとテンションかけたら下に行くかもしれんけど。ちょっとドラグ入れました。ちょっとプレッシャー与えて。どれぐらい経ちましたかね。まだ30分ですか。まだまだゆっくりかけた方がいいかもしれない。もう多分ね、走りきらんから、このドラグで。この下入ってくれりゃいいけど。
危なかった。放送に言ってるってああいうことがあるんですね。そうなんです。あれで結構ペラとか行ったりするんで、さっきまでこう左回ってたんが向きが変わったらこう急に右回りになれてたんで、大体マグロって右に回るんですけどね、最初ずっと左回ってたんで。多分バットの力で上げてくれてるんですね。先は柔らかいけど、そこ見えてるもんな。見えた見えた。だいぶ円もちっちゃいからそのまますんなり上がりそうやけど。これで出さない150ぐらいないかな、こいつ。丸いから。よいしょ。あと2、3周もうちょっと巻きましょう。もうギリギリまで巻きます。もう1周ぐらい、もう1周ぐらい、1周1周。よっしゃ、いった。もうそっち行きましょう。上げましょう、このまま。決まりました。丸いいい魚じゃ。やりました。なんとか朝一1個目のナブラでだいたい150キロぐらいかな、1時間前後ですかね、ファイトタイム。なんとかこのビーストマスターで根っこからの耐えてくれましたね。よかったです。ミッションクリア。せーの、よいしょ。まあ200万なら入るよ。安心しました。普段自分は演者になることはないんで、アングラーになることないんでね。よし、一回帰りましょう。やれやれですね。はい、楽しいですよね。まだ9時ですもん。はい、仕事終わりました。いや毎日が釣り。毎日が釣りですね。もう都会には住めない。しけたら波乗りできて、最近してないけど釣りできて、まだ人生楽しいです。クロマグロの存在って大きいですよね。そうですね、もうやっぱ世界中何かもう魚の中で王様じゃないです、釣りの中じゃ。もう大きさがね200キロ300キロになる魚で、この近海で釣れて食べて美味しい、売っても値段がいい、ね、もう本当最高の魚ですね。ヒラマサはヒラマサですごい面白いんですけど、またこれはこれですごい楽しい、沖竿ですけどすごい楽しいあれですね、釣りです。食った瞬間がたまらんですね。ドラグが出ていくんが、あれが一番興奮します。今日はちょうど周りマグロに囲まれてエイドが入ったんで一頭で決めれてよかったです。最高ですよ、毎日味わえるよこれが。いつまで続くんですか。まあ枠がなくなるまでなんで、山口長門は長門で、その国から降りてきた分と、その僕らが今まで釣ってきた小型枠を置き換えたりして、この山口長門だけで18トンぐらい枠があるんで、それをみんなで1人1本ずつとか釣って、あれですね、1ヶ月ぐらい持てばいいかなって感じですね。1年に1ヶ月これを楽しめるんですから、はい、しかも毎日マグロのボイルが見えるんですからね、はい、羨ましいでしょ。ビーストマスターで上がってよかった。結構根っこから曲がってましたもんね。竿が耐えてくれて、もうちょっとパワーがあったらね、バットからもうちょっとリフトアップしてくれたらまだ楽に魚浮いてくれるんやけど、
あのビーストマスターのマックスギリギリサイズじゃないかな、あの竿やったら。もう結構もうグリップのから曲がってたんで、タリカ50は前のやつよりスムーズで、ドラグも滑らかなんで、巻き心地も軽いんで、前のよりだいぶ進化してます。はい、このマグロで9本目か上げたんが、もう全然何にもトラブルもなく、ワンシーズンあのまま使い切ります。でラインもまた15号70プラス15号あれがで9本目なんで、そろそろ巻き替えようかな。さすがに切れるまではだったらね、マグロがもったいないんで、そろそろいつ巻き替えようかいつ巻き替えようかと思いながら、今9本目、あと1本つったら新品に巻き替えます。この近海でもう世界最高峰のクロマグロ釣りができるという喜び、もう10年以上前いろんなところにマグロ釣り行って釣れない時代を知ってるので、もうこんなに簡単にクロマグロが毎日水揚げできるっていうのは素晴らしいことだと思います。限られた資源、限られた枠の中で一本一本竿で丁寧にこれから釣っていきたいと思います。